夢を見ていた。王様とお妃様の間に子供が生まれる夢だった。目を覚ますとそこは船室のベッドだった。一緒に旅をしている父に夢のことを話すと、寝ぼけているなと笑われた。あの王様は確かに父に似ていた。船が港に着くと、船の持ち主のルドマンさんが乗り込んできて娘を紹介してくれた。大きな段差があったので、父がその女の子に手を貸してあげた。ありがとう。船を降りた後、父が話し込んでいたので港の外に出てみる。すると魔物が襲ってきた。でもすぐに父が助けに来てくれた。傷の手当てをしてくれる父を見て、父のように強くなりたいと思った。そして僕らは2年ぶりにサンタローズに帰ってきた。2年ぶりに帰ってきたサンタローズの村では、家を預かっていてくれたサンチョさんと村の人たちが歓迎してくれた。そしてビアンカと再会する。彼女は病気の父親のために母親と薬を取りに来ていた。僕らは上で遊んでなさいと言われ、ビアンカが絵本を読んでくれた。私は8歳だから、あなたより2つもお姉さんなのよ。その後、ビアンカたちが住んでいる村まで父と送っていくことになった。するとそこで子猫のような生き物が子供たちにいじめられている。こいつ叩くと変な声で鳴くから面白いぜ。ビアンカがそれをやめさせようとすると、変な交換条件を出してきた。そりゃいいや、レヌール城のお化け退治と交換だな。この後、父と僕は村に帰ろうとしたけど、ビアンカの家に泊めてもらうことになった。その夜、僕が寝ているところへビアンカがやってきた。じゃあ早く行きましょう。どこへって？もちろんレヌール城よ。夜の冒険。ビアンカと僕は村を抜け出し、夜のレヌール城に忍び込む。お化けなんてと思ったけど、本当にいた。レヌール王と王妃の幽霊に頼まれて、お城に住み着いたお化けを退治していく。お化けたちをお城から追い払うと、王と王妃の幽霊はお礼に金色に輝くゴールドオーブをくれた。そしてお化け退治の噂はあっという間に広がり、無事子猫を助けることができた。ビアンカは子猫にチロルと名付け、リボンをつけてくれた。そして僕がチロルを育てることになった。ビアンカと別れてサンタローズへ戻ると、怪しい奴が村を嗅ぎ回っているという噂を聞いた。そいつを見つけたから話しかけてみると、ゴールドオーブを見せてほしいと言われた。見せてやったら満足したようで。坊や、お父さんを大切にしてあげるんだよ。と言って去っていった。妖精の国。村では奇妙なことがたくさん起こっていた。原因を調べてみると、そのいたずらはエルフの少女ベラの仕業だった。でもなぜか彼女の姿は他の村人からは見えないようだ。彼女の国に危機が訪れ、人間界に助けを求めに来ているという。ベラに連れられて妖精の村へ行くと、村を治めるポワンというエルフから盗まれてしまった春風のフルートを取り返してほしいと頼まれる。僕とチロルはベラと一緒に魔物を倒しながら氷の館へ行き、フルートを盗んだザイルを懲らしめ、そしてザイルを操っていた雪の女王を退治してフルートを取り返した。ポワンにフルートを渡すと、大人になって困った時に力になると約束してくれた。そして彼女がフルートを吹くと春が訪れ、気がつくと僕は家に戻っていた。王子誘拐。父がラインハット王から呼び出された。父と国王が話している間、僕はお城を探検することにした。この国には亡くなった妃の子ヘンリーと5歳の子デールの2人の王子がいるようだった。父は国王からヘンリー王子のお守りを依頼されたけど、王子に嫌われてしまったようで、代わりに僕が王子の相手をすることになった。俺の子分にしてやろうか。王子は僕が隣の部屋に行っている間に隠し階段で部屋から出てしまう。それを追っていたら、僕の目の前で王子は突然誘拐されてしまった。
父は騒ぎを大きくしたくないと王子を追いかけていった。僕たちは遺跡の奥でヘンリー王子を発見し、連れ出そうとしたところに追っ手が現れる。父に追っ手を任せ、僕と王子は出口を目指して逃げ出した。そしてもうすぐで出口というところで、僕らの前に不気味な魔物が立ちふさがった。出口を塞ぐ魔物に歯が立たず、僕たちはあっという間に倒されてしまった。そこへ父が駆けつけてくれたが、魔物は僕の喉元に鎌をあてがった。無抵抗の父に魔物の部下たちが襲いかかる。これだけはお前に言っておかねば。実はお前の母さんはまだ生きているはず。わしに代わって母さんを。そして僕とヘンリーは連れ去られた。かくして父を失った少年はヘンリー王子と共にどこともわからぬところに運ばれた。母は生きている。その父の言葉も虚しく、少年を待ち受けていたのは過酷な奴隷の日々であった。そして14年の月日が流れた。ここでは教団の新たな神殿を作るため、奴隷たちは重労働をさせられていた。しかし彼の目の奥の光は消えていなかった。ある日、マリアという少女が新しく奴隷になった。彼女は教団のメンバーだったが、教祖の怒りを買って奴隷にされてしまった。そして彼とヘンリーはマリアが牢で撃たれているところに出くわす。彼らはそれを助けようとして牢屋に投獄されてしまう。すると衛兵をしているマリアの兄がマリアを連れてやってきた。この神殿が完成すれば、秘密を守るために奴隷たちは皆殺しにされるかもしれない。そうなれば当然妹のマリアまで。そしてマリアの兄の手ほどきで3人は死体を流す樽に入り、そこから脱出する。樽は海を漂流していく。そして海岸へと漂着した。彼が目を覚ますとそこは修道院だった。そしてマリアはここで修道女になる決意を固めていた。彼とヘンリーはマリアに別れを告げ、10年ぶりの自由を手に入れた。